こんにちは、ミルです。お久しぶりです。皆さんお元気にしていますか？今日は日本での部屋探しは大変というお話をします。結論から言うと大変ですし、契約するときにたくさんのお金が必要になります。一般的には契約するときね、家賃半年分のお金が必要だと言われています。はい。それから家具家電が一切ないお部屋というのが一般的ですから、契約した後家具家電を揃えるためにさらにね、またものすごくお金が必要になります。ということで詳しくお話ししていきましょう。まずお部屋を探すところから始まります。インターネットで良さそうな物件を探して、いいお部屋があったらそのお部屋を扱っている不動産屋に連絡をします。または直接不動産屋に行って物件を紹介してもらうこともできます。インターネットで検索するときも、不動産屋に行って紹介してもらうときも、条件を設定すると探しやすいですね。家賃はいくらからいくらまでとか、部屋の数とか、そういうね、条件を細かく設定します。例えばね、私は絶対に譲れない条件があって、それはバストイレ別です。もうね、バストイレ別のお部屋じゃないと嫌なんです。お風呂とトイレは別々というお部屋です。で、バストイレ別の反対はね、ユニットバスっていう名前です。ユニットバスって書かれていると、お風呂とトイレが同じ場所にあるということになります。あとはね、方角も私にとってとても大切です。物件の詳細欄に北、南、西、東とか方角が書いてあります。このね、方角というのはバルコニーとかベランダがどっちの方角を向いているかという意味です。私はね、南東の部屋が一番好きです。北向きというのはね、冬とっても寒いので苦手なんです。あとね、ちょっと暗いイメージがありますね。あんまりお日様の光が届かないっていうイメージがあって、北だけはね、ちょっと避けて部屋を探します。西向きは朝がちょっと暗いのと、夏ですね。夏の夕方、西日が当たると非常に暑くなるので、ちょっと避けたいですね。でもね、冬は暖かいんですよね。なので、私の場合は一番嬉しいのは南東なんですけど、西でもいいかなっていう感じです。北だけは絶対に避ける。こんな感じで探します。それから他の条件はね、例えば和室がいいのか、フローリングがいいのかとか、オートロックがいいのかとか、2階以上のお部屋がいいのかとかね、駅から徒歩何分圏内がいいとか、いろいろな条件を指定して自分の条件に当てはまるお部屋を探します。で、良さそうなのがあったら内見します。実際に部屋を見に行きます。内見をして、ここに住みたいってなったら、次はね、申し込みをします。これね、まだ契約ではないんです。申し込み。契約ができるかどうか、審査をしてもらわなきゃいけないんですね。なので、審査をしてもらうための申し込みをするんです。はい。申し込みの時は、今ね、住んでいる住所と名前と、それから勤め先の記入もします。どこで働いていて、どれぐらいの期間、今まで働いていて、どんな仕事なのかというのを書きます。それから大体の年収も記入します。で、すべての物件ではないんですが、会社の在籍証明書の提出が必要なところもありますし、所得証明書の提出が必要なところもあります。で、全部ね、書類を揃えて審査をしてもらいます。実際に勤め先に電話が入ります。例えばね、私だったらね、ミルさんは本当にあなたの会社で働いていますかというようなね、確認の電話が入ります。なので、嘘はかけません。はい。あとは、クレジットカードでブラックになっていないかという確認もあるようです。借金の有無とかね、いろいろな審査があるようです。で、審査に通ったら、次は大家さんの審査です。はい。
大家さんも OK となったら、そこでやっと契約ができるんです。審査はね、早ければ2、3日で終わります。長いと1週間ちょっとかかるみたいですね。繁忙期とかね。日本は、1年の始まりが4月ですから、2月、3月がね、多分繁忙期ですね。3月とか、あとは夏休みとかね、それもちょっと忙しくなるようですね。こういう忙しい時期、繁忙期の時は、審査がね、1週間ちょっとかかることもあるようです。はい。なので、部屋を探して、部屋の中を見て、じゃあここに住みたい、契約とはね、いかないんです。で、さっきもちょっと話しましたが、契約するときはね、大きなお金が必要になります。まず、敷金が家賃の1ヶ月分。それから礼金というのがあります。敷金はわかりやすいですね。お部屋を出るときに特に問題がなければその敷金はね返ってくるんですが、礼金というのはね、大家さんにあげるお金です。大家さん、お部屋を貸してくれてありがとうございますというお礼のお金です。なので、敷金はお部屋をきれいに使っていればちゃんと返ってくるんですが、礼金は返ってきません。で、最近は礼金なしのお部屋も増えているんですが、昔はね、礼金2ヶ月とかね、普通でした。はい。今は1ヶ月とかね、礼金なしというお部屋が多くなってきました。で、それからもちろん家賃ですね。例えば今日は6月30日です。なので、例えば今日からだったらね、日割り計算をして6月30日1日分の家賃をプラス。そして、前家賃といって7月の家賃も払う必要があります。それから火災保険料。これね、大家さんも火災保険に入っているんですが、借りる人も火災保険に入らなければなりません。で、この保険会社は自由に選べるんですが、大家さんとかお部屋の管理会社が指定した火災保険に入ることが多いようです。日本の賃貸の契約期間っていうのはほとんどね2年間っていうのが多いんですが、なのでそれに合わせて火災保険も2年分です。だいたい2年間で2万円ぐらいの火災保険料を契約するときに払います。それから鍵交換費用。前の人が使っていた鍵ではなくて自分用の鍵に変える。はい、これも借りる人が払います。これもね、結構高くて3万円とかしますね。これも最初に払います。それから仲介手数料。はい。不動産屋が仲介をしてくれているので、不動産屋に仲介手数料を払います。これは家賃の半分っていうところもあるんですが、家賃1ヶ月分で設定している不動産屋がまだ多いです。はい。あとはね、保証会社使用料。これもね、家賃の半分から80%ぐらいを払うんです。連帯保証人を立てる代わりに、家賃のね、保証会社を利用するっていうものです。はい。それからね、まだあります。消毒費用。なんかね、害虫駆除の消毒しますよとか、そういうものですね。これはね、だいたいオプションになっているんですが、数万円します。これはもうパックになっているので、払ってくださいっていうところも多いです。あとはね、24時間サポート費用、こういう名前のものもあります。2万円ぐらいだと思うんですが、お部屋にね、何かあったら24時間いつでも連絡していいよっていうものです。これにね、2万円ぐらいね、払うんですね。はい。ということで、初期費用にこれらのお金が必要です。計算してみると、例えば家賃が10万円だとします。敷金1ヶ月、礼金1ヶ月。家賃ね、今日は6月30日で、日割り計算したとしても1日分なんですが、例えば6月最初に、6月初旬に部屋を借りるとしたら、約家賃1ヶ月として、そして7月の家賃も必要ですから、家賃の1ヶ月。
それから火災保険料が2万円、鍵交換で3万円、あと仲介手数料が1ヶ月、保証会社、0.5 ヶ月、消毒が3万円、24時間サポートが2万円だとすると、なんと65万円です。最初にね、一般的に家賃の半年分を準備しましょうっていう話をしたんですが、本当にこの計算で半年分になりました。はい。すごいですよね。怖いです。で、最初にね、これも言いましたが、日本の賃貸物件というのは、家具家電がないお部屋が一般的です。本当に何もないんですよ。照明もない、エアコンもない、カーテンもない、お布団もない、テーブルもない、本当に何もないんです。なので、これらを全部準備する必要があります。はい。もう怖いですね、考えるだけで。たまにね、エアコンがついていたり、照明がついているお部屋もあるんですが、それはね、もうラッキーですね。前に借りていた人がね、大家さんに許可をもらって置いていってくれたものです。なので、本当にね、何もなければ、全部ね、自分で用意しなければなりません。で、さっき賃貸契約はね、日本では基本的に2年間と言いましたが、じゃあ2年住みました。で、もっとここに住み続けたいって思ったら、更新をします。するとね、更新手数料として家賃1ヶ月分、またね、払うんですね。さらに、火災保険をね、もう一度、入りますので、そのお金もその更新するときに払います。それから、じゃあね、もう契約しません。もう部屋を出ます。退去します。っていうのももちろんできるんですが、その時はね、部屋を借りる前の状態に戻さなければなりません。さっきね、エアコンとか照明があったらラッキーって言ったんですが、本当にね、テーブルも食器もカーテンも何もかもそのお部屋から出さなければなりません。で、前に日本のゴミ出しは大変という動画でも話したんですが、30センチ以上のものを捨てるときは粗大ゴミということになって、有料で捨てなければならないんですね。捨てるのにお金がかかります。それから家電とかはね、お金を払って引き取ってもらわないといけないものっていうのもあるので、家具家電が壊れてしまって処分しないといけないとか、もうね、引っ越す次の部屋に行くんだけど、もうこれいらないから捨てるっていう時はね、結構お金がかかったりするんです。はい。ということで、お部屋を探して2年間住んで、更新するにもお金がかかる。違う部屋に行くにもいろいろとまたお金がかかる。そうですよ。だって他のお部屋に行くとしたら、全部今のお部屋から荷物を出して、また新しく契約で家賃半年分とか揃えないといけないので、本当にね、大変です。はい。ということで今日は日本での部屋探しは大変というお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。お久しぶりです。皆さんお元気にしていますか？今日は日本での部屋探しは大変というお話をします。結論から言うと大変ですし、契約するときにたくさんのお金が必要になります。一般的には契約するときね、家賃半年分のお金が必要だと言われています。はい。それから家具家電が一切ないお部屋というのが一般的ですから、契約した後家具家電を揃えるためにさらにね、またものすごくお金が必要になります。ということで、詳しくお話ししていきましょう。まず、お部屋を探すところから始まります。インターネットで良さそうな物件を探して、いいお部屋があったら、そのお部屋を扱っている不動産屋に連絡をします。または、直接不動産屋に行って物件を紹介してもらうこともできます。インターネットで検索するときも、
不動産屋に行って紹介してもらうときも、条件を設定すると探しやすいですね。家賃はいくらからいくらまでとか、部屋の数とか、そういうね、条件を細かく設定します。例えばね、私は絶対に譲れない条件があって、それはバストイレ別です。もうね、バストイレ別のお部屋じゃないと嫌なんです。お風呂とトイレは別々というお部屋です。で、バストイレ別の反対はね、ユニットバスっていう名前です。ユニットバスって書かれていると、お風呂とトイレが同じ場所にあるということになります。あとはね、方角も私にとってとても大切です。物件の詳細欄に北、南、西、東とか方角が書いてあります。このね、方角というのはバルコニーとかベランダがどっちの方角を向いているかという意味です。私はね、南東の部屋が一番好きです。北向きというのはね、冬とっても寒いので苦手なんです。あとね、ちょっと暗いイメージがありますね。あんまりお日様の光が届かないっていうイメージがあって、北だけはね、ちょっと避けて部屋を探します。西向きは朝がちょっと暗いのと、夏ですね。夏の夕方、西日が当たると非常に暑くなるので、ちょっと避けたいですね。でもね、冬はあったかいんですよね。なので、私の場合は、一番嬉しいのは南東なんですけど、西でもいいかなっていう感じです。北だけは絶対に避ける。こんな感じで探します。それから他の条件はね、例えば和室がいいのか、フローリングがいいのかとか、オートロックがいいのかとか、2階以上のお部屋がいいのかとかね、駅から徒歩何分圏内がいいとか、いろいろな条件を指定して自分の条件に当てはまるお部屋を探します。で、良さそうなのがあったら内見します。実際に部屋を見に行きます。内見をして、ここに住みたいってなったら、次はね、申し込みをします。これね、まだ契約ではないんです。申し込み。契約ができるかどうか、審査をしてもらわなきゃいけないんですね。なので、審査をしてもらうための申し込みをするんです。はい。申し込みの時は、今ね、住んでいる住所と名前と、それから勤め先の記入もします。どこで働いていて、どれぐらいの期間、今まで働いていて、どんな仕事なのかというのを書きます。それから大体の年収も記入します。で、すべての物件ではないんですが、会社の在籍証明書の提出が必要なところもありますし、所得証明書の提出が必要なところもあります。で、全部ね、書類を揃えて審査をしてもらいます。実際に勤め先に電話が入ります。例えばね、私だったらね、ミルさんは本当にあなたの会社で働いていますかというようなね、確認の電話が入ります。なので、嘘はかけません。はい。あとは、クレジットカードでブラックになっていないかという確認もあるようです。借金の有無とかね、いろいろな審査があるようです。で、審査に通ったら、次は大家さんの審査です。はい。大家さんも OK となったら、そこでやっと契約ができるんです。審査はね、早ければ2、3日で終わります。長いと1週間ちょっとかかるみたいですね。繁忙期とかね。日本は、1年の始まりが4月ですから、2月、まあ3月がね、多分繁忙期ですね。3月とか、あとは夏休みとかね、それもちょっと忙しくなるようですね。こういう忙しい時期、繁忙期の時は、審査がね、1週間ちょっとかかることもあるようです。はい。なので、部屋を探して、部屋の中を見て、じゃあここに住みたい、契約とはね、いかないんです。で、さっきもちょっと話しましたが、契約するときはね、大きなお金が必要になります。まず、敷金が家賃の1ヶ月分。それから、礼金というのがあります。敷金はわかりやすいですね。お部屋を出るときに、
特に問題がなければその敷金はね返ってくるんですが、礼金というのはね、大家さんにあげるお金です。大家さん、お部屋を貸してくれてありがとうございますというお礼のお金です。なので、敷金はお部屋をきれいに使っていればちゃんと返ってくるんですが、礼金は返ってきません。で、最近は礼金なしのお部屋も増えているんですが、昔はね、礼金2ヶ月とかね、普通でした。はい。今は1ヶ月とかね、礼金なしというお部屋が多くなってきました。で、それからもちろん家賃ですね。例えば今日は6月30日です。なので、例えば今日からだったらね、日割り計算をして6月30日1日分の家賃をプラス。そして、前家賃といって7月の家賃も払う必要があります。それから火災保険料。これね、大家さんも火災保険に入っているんですが、借りる人も火災保険に入らなければなりません。で、この保険会社は自由に選べるんですが、大家さんとかお部屋の管理会社が指定した火災保険に入ることが多いようです。日本の賃貸の契約期間っていうのはほとんどね2年間っていうのが多いんですが、なのでそれに合わせて火災保険も2年分です。だいたい2年間で2万円ぐらいの火災保険料を契約するときに払います。それから鍵交換費用。前の人が使っていた鍵ではなくて自分用の鍵に変える。はい、これも借りる人が払います。これもね、結構高くて3万円とかしますね。これも最初に払います。それから仲介手数料。はい。不動産屋が仲介をしてくれているので、不動産屋に仲介手数料を払います。これは家賃の半分っていうところもあるんですが、家賃1ヶ月分で設定している不動産屋がまだ多いです。はい。あとはね、保証会社使用料。これもね、家賃の半分から80%ぐらいを払うんです。連帯保証人を立てる代わりに、家賃のね、保証会社を利用するっていうものです。はい。それからね、まだあります。消毒費用。なんかね、害虫駆除の消毒しますよとか、そういうものですね。これはね、だいたいオプションになっているんですが、数万円します。これはもうパックになっているので、払ってくださいっていうところも多いです。あとはね、24時間サポート費用、こういう名前のものもあります。2万円ぐらいだと思うんですが、お部屋にね、何かあったら24時間いつでも連絡していいよっていうものです。これにね、2万円ぐらいね、払うんですね。はい。ということで、初期費用にこれらのお金が必要です。計算してみると、例えば家賃が10万円だとします。敷金1ヶ月、礼金1ヶ月。家賃ね、今日は6月30日で、日割り計算したとしても1日分なんですが、例えば6月最初に、6月初旬に部屋を借りるとしたら、約家賃1ヶ月として、そして7月の家賃も必要ですから、前家賃の1ヶ月。それから火災保険料が2万円。鍵交換で3万円。あと仲介手数料が1ヶ月。保証会社、0.5ヶ月。消毒が3万円。24時間サポートが2万円だとすると、なんと65万円です。最初にね、一般的に家賃の半年分を準備しましょうっていう話をしたんですが、本当にこの計算で半年分になりました。はい。すごいですよね。怖いです。で、最初にね、これも言いましたが、日本の賃貸物件というのは、家具家電がないお部屋が一般的です。本当に何もないんですよ。照明もない、エアコンもない、カーテンもない、お布団もない、テーブルもない、本当に何もないんです。なので、これらを全部準備する必要があります。はい。もう怖いですね、考えるだけで。
たまにね、エアコンがついていたり、照明がついているお部屋もあるんですが、それはね、もうラッキーですね。前に借りていた人がね、大家さんに許可をもらって置いていってくれたものです。なので、本当にね、何もなければ、全部ね、自分で用意しなければなりません。で、さっき賃貸契約はね、日本では基本的に2年間と言いましたが、じゃあ2年住みました。で、もっとここに住み続けたいって思ったら、更新をします。するとね、更新手数料として家賃1ヶ月分、またね、払うんですね。さらに、火災保険をね、もう一度、入りますので、そのお金もその更新するときに払います。それから、じゃあね、もう契約しません。もう部屋を出ます。退去します。っていうのももちろんできるんですが、その時はね、部屋を借りる前の状態に戻さなければなりません。さっきね、エアコンとか照明があったらラッキーって言ったんですが、本当にね、テーブルも食器もカーテンも何もかもそのお部屋から出さなければなりません。で、前に日本のゴミ出しは大変という動画でも話したんですが、30センチ以上のものを捨てるときは粗大ゴミということになって、有料で捨てなければならないんですね。捨てるのにお金がかかります。それから家電とかはね、お金を払って引き取ってもらわないといけないものっていうのもあるので、家具家電が壊れてしまって処分しないといけないとか、もうね、引っ越す次の部屋に行くんだけど、もうこれいらないから捨てるっていう時はね、結構お金がかかったりするんです。はい。ということで、お部屋を探して2年間住んで、更新するにもお金がかかる。違う部屋に行くにもいろいろとまたお金がかかる。そうですよ。だって他のお部屋に行くとしたら、全部今のお部屋から荷物を出して、また新しく契約で家賃半年分とか揃えないといけないので、本当にね、大変です。はい。ということで今日は日本での部屋探しは大変というお話をしました。じゃあ、バイバイ。